どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した屋外水草避難水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄のリンクからぜひ見てやってください。今回はそんな水草もりもり水槽がどうなったのか経過を報告していきます。果たしてしっかりと育っているのでしょうか？それでは早速やっていくんですが、先にさらっとおさらいから。屋外で水草を越冬させることに不安を覚えた自分は、とりあえずすべての水草をトリミングし、水槽内で水中溶化させて維持することを決断しました。その際にしっかりと水草を品種別に分けられるように、水平にソイルを敷き、5番の目のような感じで水草を敷き詰めました。それに使用する水槽は30センチキューブ水槽だったんですが、5×5 で仕切ることで25種類の水草を植えられることが可能に。さすがに敷き詰めすぎかとも思ったんですが、とりあえず水草を維持することだけが当面の目的なので、レイアウトなどは気にせずランダムで配置しています。その時に気をつけていたのは、水中葉が似通っている水草を隣り合わせに置かないことです。ロタラ系の水草とかは特に見分けがつきづらいので、混ざらないように気をつけています。本来であればポットに入れてベアタンク管理の方が分かりやすいんでしょうけど、できるだけスペースを有効活用させたいのと、メンテナンスが大変そうなのでこっちにしました。これで維持ができれば見た目もポットより良くなりそうですしね。どうしてもポットに入れるとストック水槽感が拭えませんが、こういったソイル直差しであればダッチアクアリウムと言い張ることも可能。ダッチアクアリウムの定義知らないんですけど。そんな感じで屋外育成していた水草を7時間以上かけて植栽することが完了しました。すべて有形層でぐんぐん成長するタイプが多いので、肥料切れが心配ではありますが、今回はそれを見越してテトライニシャルスティックにプラスしてアマゾニアを大量に敷いているため、しばらくは持つと思います。半年もすればまた冬が明けて暖かくなってくるでしょうしね。失敗してもまた屋外に避難させれば万事 OK。 ちなみに今回屋外から植栽した水草は合計22種類でした。まだ手前の3カ所が植えられる状態です。とりあえずこの水草たちは水上用ということもあるので、一気に注水するのではなく、ミスト管理で半水中用にしてから注水したいと思います。そんな感じで慌ただしい1日目が終わったんですが、翌日にいきなり新入りの水草を追加で植栽していきます。それがこちら、ロタラマクランドラミニバタフライ。こちらは毎回言ってるんですけど、自分が現在めちゃくちゃ推しているスリーパドマ社というところから販売されている組織培養水草です。このミニバタフライは去年の11月か12月頃に出回り始めてすぐ購入したんですが、ずっとそのままにしていた結果、とんでもなく枯れてしまいました。こういうところが衝動買いの悪いところですね。使う予定もないのに、とりあえずストックしたい欲が先行してダメにすることが多いです。ただ、さすがにこの当時新しかった水草をみすみすダメにするのはもったいなかったので、ダメ元で30センチキューブ水槽の空いているスペースに植栽しようと思った次第です。開けてみると根元は完全に枯れてしまってました。頭頂部は割と青々としていますが、それでも乾燥しきっています。それもそのはず、この組織培養、保管している時なのか届いた時からなのかわからないんですけど、若干蓋が開いてたんですよね。これで乾燥が加速したんだと思います。開封する前に右側にセロテープが貼っていたのはせめてもの抵抗の跡です。そんな感じで使えそうな頭頂部を選定してかき集めてきました。あんなに長細いカップに入っていたのに、電気層レベルに短くなってしまいました。ただ枯れている部分を残してもそこからどんどん枯れていくだけなので、これくらいバッサリいった方が復活する可能性は高くなると思ってます。それでは空いているスペースに植栽していきます。
ミスト式管理するから浮く心配もないし、植栽する時のストレスは少ないですね。どうしてもこれだけ短く切ってしまうと水中では浮いてしまうこと必至なので、こういうところも水上管理の楽なところです。ちなみにこのロタラマクランドラミニバタフライ、よく聞くマクランドラミニの語尾にバタフライがついているから特別な水草かなって感じると思うんですが、育成した結果ほぼマクランドラミニと変わりありませんでした。自分のような素人が見ての感想なので、詳しい方が見れば違うのかもしれませんが、パッと見は同じです。なんでバタフライを名前につけようかと思ったのかは未だに謎。というわけで、ロタラマクランドラミニバタフライを植栽してから1週間が経過した状態がこちら。他の水草たちは発根してめちゃくちゃ勢力を拡大してきていますね。個人的にこの半水中葉って感じの水草たち、綺麗で好きです。これを見ても水草の種類によって結構早い段階から成長速度が違うのがわかります。画面やや右側のルドビジアニードルリーフと一番左のルドビジアスーパーレッドは早くも荒ぶりの兆しを感じますね。ちなみに先ほど植栽していたロタラマクランドラミニバタフライはというとこんな感じ。溶けてる株も結構ありますね。見た感じ4割くらいは生存してる気がします。まあ全部溶けなかっただけマシです。続いてそこから5日後の状態がこちら。ルドビジアスーパーレッドが案の定周りに範囲を広げております。このルドビジアスーパーレッド、育成してみたらわかるんですが、結構匍匐するんですよね。匍匐し終わったら最終的にまた上を目指そうとしますが、低床付近だとマジで前傾層張りに横に広がっていきます。おまけにこの時にしっかりと根を張るため、剥がすのも一苦労。上から見るとこんな感じで、ロタラマクランドラミニバタフライの方にも勢力を拡大してきています。他にはハイグロフィラロザエネルビスがすくすくと成長してますね。この時にスタートダッシュが遅い水草は制空権を奪われて余計失速していきます。自然界でもこういった勢力争いが日々起こっているんでしょうね。そこからいきなり飛んで1ヶ月後の状態がこちら。なんか知らない水草が増えてますね。実は残り2個の枠を1ヶ月の間に埋めちゃいました。一番左がロタラ SP ハラ、その隣がインディアンクラスラです。まだ植栽したばかりで完全水中葉。他の水草たちは水滴で見えづらいですが、1ヶ月の間に結構成長しています。というか成長しすぎて困ってます。ラップを外すとこんな感じで、奥のリムノフィラアロマティカがめちゃくちゃ上に伸びてます。またルドビジアスーパーレッドも前茎部分の水草を完全に食っています。右側に植栽してあるニューオランダプラントも縦には伸びてませんが、もさもさ具合が半端ないです。仕切りがないのである程度は予想していましたが、ここまで大変なことになるとは思ってませんでした。正直これは植栽した時の本数にばらつきがあるのも関係してそうです。めちゃくちゃ多く植栽した水草たちは周りで支え合ってどんどん上へと勢力を拡大し、光をフルに吸収してスタートダッシュを決めている印象。これを本数制限して全て同じ数で始めてたら違ったかもしれません。まあどのみち成長していく過程で差は出るのでいいんですけど、というかなんか全体的に半水中葉というより水上葉化してるものが多いですね。特に先ほど触れたニューオランダプラントはがっつり水上葉。半水中葉化してる水草たちは自重に耐えられず倒れており、成長も失速気味な気がします。というわけで、そんな荒ぶり水草たちをトリミングして長さを整えていきたいと思います。アングル的にカットしている部分は全く見えないんですが、心の目で感じ取っていただければ幸いです。おそらく今は上に伸びたリブノフィラアロマティカをカットして差し戻ししてます。他の水草も結構整えたんですが、あまりにも作業性が悪いのと、どうせ撮影しても見えないのでカット。こんな感じで切り揃えました。だいぶ高さが扁平になってバランスが保たれたのではないでしょうか。
先ほどまで荒ぶっていたルドビジュアスーパーレッドも正面から見るとおとなしくなってます。そしてそのままの勢いで注水していきます。さすがに1ヶ月以上ミスト式管理していたんで、そろそろいいかなと思って。トリミングしてすぐ注水して良かったのか悪かったのかは分かりませんが、何でもいっぺんにやった方が重い腰を上げずに済みますからね。最初はゆっくりと軽量カップで注水していき、ソイルがえぐれるのを防止しています。これだけ水草が敷き詰まっていたら、直接このように入れても葉が勢いを吸収してくれて楽ですね。ある程度のところまで入れたら浄水器でバーッと入れておきます。そんな感じで注水が終わった状態がこちら。注水後特有の気泡がめちゃくちゃ出て綺麗ですね。これからもっさもさの水中葉が水槽いっぱいに展開してくれることを祈っています。というわけでいかがだったでしょうか。ミスト式管理中に水草を増やし、結局マックスの25種類の水草がひしめく30センチキューブ水槽となりました。なかなかこういった水槽を立ち上げることはないので結構ワクワクしています。正直ここまでみちみちに植えていると後々問題が出てくるとは思いますが、とりあえず注水まで無事に済んでよかったです。もしかすると屋外から屋内に移動させることで完全に溶けてしまう種類もあるかと思ったんですが、そんな心配はいりませんでした。荒ぶりすぎて困ることはあっても調子を落としているものはありません。ただ今後この水槽をどうやって運用していくかはまだ未定で、生態を入れるかも考えていないです。それもこれも水草の成長次第になると思いますが、レイアウト素材がない分、色とりどりの水草がひしめく花束のような水槽を目指していければと思います。この水槽の行く末が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。